フォトグラファーののりです。スマホで料理をうまく撮るコツを伝授したいと思います。今回はお惣菜、冬瓜のエビそぼろあんかけを撮ります。で、この冬瓜って冬の売りって書くやん。そやのに夏野菜やねん。ほんでさ、しかも俳句での季語は秋らしい。で、漢字は冬。っていうことは、夏、秋、冬制覇して、あと春だけがないねんな。まあ、そんなね、冬瓜の、そぼろあんかけを今から、うまく取っていきたいと思います。はーい。じゃあ、冬瓜を取っていきますね。で、これって、もともともうキラキラってしてるから、むっちゃ光に反射するので、光の反射見てみましょう。で、今ね、光、わかるかな？影がどっちに落ちてるかを見てもらったら、光の方向がわかるねんけど、今、ここは影が落ちてんのわかる？で、こっち側は影落ちてへんやん。ってことは、光はこっちからね、こう入ってきてるっていうこと。で、それを意識してみたら、ちょっとこっちの影が暗いかな。なので、今は、左の方からちょい逆光まではいかないけど、逆気味にサイド光って感じかな。そんな感じで光が入ってきてます。じゃあ、光が左の方から入ってきてるっていうことなんで、じゃあ正面を今度は決めていこうと思うねんけど、これ名前の通り、冬瓜のエビそぼろあんかけっていう名前がついてるぐらい、エビもまあまあ主役だよね。冬瓜はもちろん主役で、エビちゃんも主役なので、やっぱりエビって手前にある方がいいかな。ちょっと回してみるね。ちょっと左の方に向けて、エビにも光が当たるように回してみました。こんな感じでいいと思います。こっちはね、ちょっと盛り付けが違うね。なので、正面は、まあまあ、ここら辺を正面に盛られてて、で、ちょっと正面外したいから、光を受ける左に、このエビそぼろあんかけの方を向けて、光を受けてます。はい。じゃあね、正面が決まりました。で、次は角度を決めたいんやけど、これもちょっとだけお皿が高いんで、あんまり低いとお料理が見えにくくなるから、ちょっとだけ上目の方に上がります。これぐらいかな。でも意外と個人的にはこうちょっと低めも好きやから、ついつい低い方で撮ってしまいがちやけど、まあお料理を見せようと思ったらこれぐらい、だいたい45度ぐらいかな。こんな感じで盛られてることが多いので、この角度に決めようと思います。で、ここで次、さっき言ったように、ちょっとだけこっち影落ちてるよな。だから、ずるいけど、じゃ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 ーん。レフ登場。なんてことでしょう。今私の手元にはレフがあります。でもお店とかで撮る場合は、もちろんレフなんてないから、まあ、影落としたままでもいいし、なんか白いもの、白い紙とかがあったら、ちょっと影の落ちてる方向側に、こう白いものをね、立ててあげると、影が薄くなります。今ね、ちょっとレフこっち側、右の方に
置いてるんで、ちょっと立ててみますね。この冬瓜のここら辺の影を見といてほしいねんけど、この白いものが、よいしょ。わかるかな？ちょっとわかりにくいか。綺麗に光を受け入れたら、結構変わるんだけど。わかるかな？ちょっと起こしてる。ちょっと起こしてない。ちょっと起こしてる。起こしてない。ちょっとわかりにくいかな。まあ、こんな感じでね、レフを使うっていうのもありです。じゃあ、これで早速撮ってみようと思います。はい。じゃあね、今からね、撮っていこうと思うんやけど、せっかくなんで、ちょっとお箸入れて撮ろっかな。こんな感じ。で、お箸を入れて、撮ってみようと思います。よし。で、私は、写真はポートレートモードか、この写真の2倍とかのモードにして撮るんやけど、だいたいお料理を撮るときはポートレートモードが好きなんで、ポートレートモードで撮ってます。じゃあね、ちょっと撮ってみるね。これまずね、レフありとレフなしで撮ってみるわ。はい、いきます。今からレフなしです。次。せっかくずるいけどレフがあるから、ちょっとレフを置いて撮ってみます。違い出たらいいねんけど、大体同じぐらいの角度で、ちゃんとね、光を受ける位置に置きましょう。これで光受けてるかな。こんな感じにレフあり、レフなし撮ってみました。もしかしたらちょっとあんまりレフの効果が現れてへんかもしれへんけど、まあレフを使うっていうことも覚えておいて。じゃあ、ちょっと他の角度も撮ってみようかなって思います。よし。さっきはだいたい斜め45度ぐらいで撮ったから、ちょっと別の角度も探ってみます。はい、じゃあ、ピント取って、ちょっと暗かったらね、ピント取って、もし暗かったら、こう、太陽マークがここに出てるやんか。なので、この太陽マークちゃんをこうやってこう上げていったら明るくなっていくので、こんな機能も使ってみてな。はい、じゃあ、さっき45度だから、ちょっと低めで行ってみようと思う。で、ピント取って太陽ちゃんマークで少し明るくして、あんまり上から好きじゃないんやけどね。一応撮ってみます。じゃあ今度は近づけて、お皿の右側を切って撮ろう。どう？美味しそうやんな。日本の料理ってその時の旬を楽しむものも多いねん。せっかくやしお料理で季節を感じるっていうのも素敵やと思う。そんな風にしずるジャパンと共に撮影も楽しんでな。じゃあね、See you!